皆さんこんにちは。坪田ラボご機嫌 TV にようこそ心から歓迎します。今日はですね、世界の論文解説シリーズ5個、目としてエレン・ランガーが最近面白い論文出したので、時計が早く進む部屋では、老化も早いかもしれないっていうちょっと面白い、話をしたいと思います。で僕はなるべく年間1000編は読もうかなと。1000編というとだから1日に3論文ですよね。今のところ何十年ってこれずっとやってるので、やれてます。どっかでこういうどうやって時間作ってるかみたいな話も、させてもらおうかなと思っています。これ論文今日の一番最新レポートなんだけど、これはねちょっと一番最後に話すことにして、この論文のシニアオーサーのエレン・ランガーってどういう人かと。これねマインドフルネスの母と言われてて、いろんな世の中に起きること、我々の体に起きることは心が最初に決めているっていうことをずっと強く主張している人です。例えばスポーツが体にいいって言うけど、これも体にスポーツがいいんだって思うからいいんだっていう。面白いでしょ。だからもし簡単に言ったら、スポーツは体に悪いと思っていたら体に全然良くないってことなんですよ。この人ね、僕はすごいファンでね、前僕アンチエイジング医学っていう高加齢学会のジャーナルの編集長をしてたんだけど、その時いろんな人に会いに行くプロジェクトの一環として、これ関東圏もインタビューしてたんですが、飛んできまして、ハーバードに行って、エレン・ランガーをインタビューしたこともあります。で実際に話を聞きに行った。でこれ有名なね論文がね、ボストンホテルスタディっていうのがあって、これ何かっていうと、さっき言ったスポーツはちゃんと認識しないとスポーツになりませんっていう話。これボストンのね9つのホテルのうち4つと5つに分ける。で従業員の人がいますよね。従業員の人に健康の話をするんですよ。健康に気をつけましょうとかね。これから1ヶ月間今体重測りました、血液検査しました、1ヶ月後にもう1回検査しますよってね、みんな健康に気をつけてくださいっていう。でこの4つのホテルだけは面白いことに、ところであなたたちのやっているお掃除とかベッドメイキングとか、ホテルの中を動いていることとか、これって運動ですよと。これを、スポーツクラブに行ってるのと換算すると、スポーツクラブに毎日 1.5 回行ってるぐらいの、効果があるんですよって教えてあげたの。だそうでしょ。1日何時間もベッドメイキングしたり、荷物運んだり、お掃除したりしてるわけだから。で、あとの5つの方にはそれ言わないの。ね。じゃあ健康に気をつけてくださいねっていうだけ。そして1ヶ月後に検査したんですよ。どうなったと思います？なんと、こっちのあなたたちのお掃除とかベッドメイキングは運動ですよって教えてあげた方は1キロから 1.5 キロ体重が減った。こっちは全然変わんない。これ面白くないですか？だってやってること一緒なんだよ。同じように仕事してるの。で、最後に、あなたは運動してますかって聞くと、もちろん一番最初の1ヶ月前は、このホテルの従業員の人たちは、いや、そんな時間ないよ、運動してる時間なんかって言ってたけど、こっちの4つのホテルの人はいつもお掃除して運動してるから、運動してるよ、だってもう掃除毎日してるもんっていう答えて。こっちの5つの方は、いや、時間ないから運動はしてません。これは面白くないですか？だから運動してても、運動してると心か、認知しないとその効果がないんです。それからこのカウンタークロックワイズスタディっていうのすっごく面白くて、
年を取った人、70歳とかね、その人たちを、お家を作ってね、その人たちが若かった時の状況を作る。例えばラジオから出てくる音楽ももう昔、それからニュースも昔のもの、それからカレンダーも昔のもの、食べるものも昔のもの。ね。それだけどもちろんそれはまやかしだとは思ってるんだけど、でもそこにいたら4週間後にですね、なんと体重、血圧、体脂肪とかが若返っちゃったっていう話。これをぶったまげますよね。そしてこれが最近の論文なんだけど、部屋の中に、部屋の中にこう閉じ込めるわけ。それで、ちょっとね、こう、なんていうの、傷っていうわけじゃないんだけど、針で、皮膚に、印みたいな傷ですね、をつけます。ね。いいですか。そして、あるところは普通の時計を置いとく。で、もう一つのところは時計を少し早く回すの。タタタタタタタって。そうすると、1時間経った、2時間経った、3時間経ったっていうじゃないですか。で、そうすると、その時に、ちょっとした傷、これ確かね、吸引したんだと思うんだよね。なんかほら、吸引板ってあるじゃないですか。よく、中国の、昔からの漢方で、血を少し取るためにちょっと吸引する。こうキスしたのと一緒ね。こうキスするとここが赤くなったりするじゃないですか。これがどのぐらい早く治るかっていうのを見るとね、面白いことに、普通だったらそれを普通に治るよね。例えば48時間治りますとか24時間治りますと。時計をタタタタタタって進めてた方は全く同じことが起きてんだよ。だけど、早く治っちゃう。これもだから心が、時間が早く動いてんなっていうことを感じるから、早く治るって、これも画期的な論文です。だから脳が時間が早く起きると思うと、体全体も早く起きるってことなんですよ。で、僕昔から言ってて、この YouTube でも言ったかもしれないけど、自分は一日がなんか忙しいとか、例えば9月になってよく聞くじゃないですか。今年も早いわねとか、俺絶対言わない。今年はもう9月よ早いわねって言わない。どうしてかっていうと、早いって言ったら脳が早くしちゃうんですよ。そうじゃない。人生はゆったりして、今年9月までいっぱいあったな、いろんなことがあったなって、そういうふうに思う。で、自分が思ってることをまさにエレン・ランガーっていうのはもう証明してくれてるから、本当嬉しい。だから、なんていうの、自分の気持ち一つで老化の速度も変わる。それから時間の流れも変わるってことです。これも前言ったかもしれないけど、僕お風呂入るとこうやってね、言葉にして、今日も長い一日だったなっていう。いい一日だったなって言葉にして言うのよ。本当に長いなって言うとね、これ脳が、人生は長いんだ。人生はゆったりしてるんだ。今って俺って幸せなんだって思う。うちの奥さんなんか言わせると、何そんな自分で自己暗示かけてんのって言われるんだけど、それで幸せだったらいいじゃないですか。僕はやっぱりご機嫌に行きたいから、エレン・ランガー派ですね。ご機嫌に、やっぱり人生は過ごしたいと。そのためには心のパワーも 100% 使っていきたいと思います。今日はご清聴大変ありがとうございました。